メジン。今週も始まりました格ゲー喫茶ハメジュン。本日もリモートでお送りしていきます。はい、飯塚ちゃん、ちょっと最近会えてないけど、ちゃんとゲーム練習してますか？練習してますよ。いや、めちゃくちゃに。その反応はしてないな。その反応はサボってる。してる。す本当にっごいしてめっちゃ成長してますよ。いつでもチーム組んで大会出れるようにちゃんと練習しといてね。めちゃめちゃ頑張ります。はい本当に、はい皆さんの足を引っ張らないよう。はいはい。それでは早速ゲストのお二人をお呼びしましょう。お二人聞こえますか？はい、今日はよろしくお願いします。ギークスプロゲーミング所属ゼウガルです。お願いしお願いします。ます。はい、ミヤと申します。よろしくお願いします。お願いしおます。願いします。鉄拳界期待の新星お二人じゃないですか。よろしくお願いします。はい、ということで本日は鉄拳7で活躍するお二人、ゼウガル選手、ピンヤ選手をお迎えしてお送りしていきます。はい。今宵のゲームはシーズン4が開幕し新たな進化を遂げた鉄拳7。その中でも今注目されている2選手が登場。鉄拳界で10代から目覚ましい活躍を続けるゼウガル選手。ゲームライター、実況解説などでも活躍の選手です。近年数々の大会で優勝し実績を上げているピンヤ選手。鉄拳界で注目を集める新世代プレイヤーです。ということで、本日の特集タイトルは鉄拳7。お二人ともまだ若いです。そして、初登場ですね。お二人はどういったきっかけで鉄拳を始められたんですか？僕はですね、鉄拳まず小学5年生からやってるんですけど、お、出た。はい今27歳で小学5年生なんで、鉄拳歴が11歳から16年目17年目とかで、当時ゲームセンターに友達と一緒に通ってて、鉄拳5のロケテストがそのナムコの直営店でやってるってことで、なんかいろんなプレイヤーがもう集まってて、あのゲームすごい盛り上がってんなっていう興味から始めましたね。僕はそうですね、18歳とか17歳ぐらいの時にマスターカップという 5on5 のでかい大会の動画をリアルタイムで見てて、いろんなプレイヤーのいろんな感情とかに感化されて初めて見ました。斬新。プレイヤーとしてお互いをちょっとどう見ているのかを聞きたいんですけど、まずは出会いからちょっとお伺いしたいなと思うんですけれども、ゼウガルさんはそのピンヤさんとの出会いとかって覚えてますか？覚えてますね。ナムコ巣鴨店っていうゲームセンター、鉄拳でいう聖地があるんですけど、そこで出会って、で鉄拳始めました1年目ですみたいな。でその当時のびさんがインストラクターやってたんですよ、ナムコ巣鴨店で。なんでのびさんをもう師匠としていろいろ教わってて、めきめき伸びてきてるなっていうのが、ずっと感じてましたね。僕は鉄拳を始めたきっかけでマスターカップ5という大会を見てた時に、決勝戦でゼウガルくんが出てたんですよ。だから僕からしたら本当にすっごい有名な人だみたいな、ちょっと話しかけたいなと思って、なんか話しかけた記憶はあります。そうなんですけど、でもファンですって言われたんですけど、ピンヤ君が使ったキャラクターってタッグトーナメント2だったんです。当時作品がで2キャラ使うんですけど、その2キャラがボブ・ジンパチっていう、僕が決勝戦でボコボコにされた相手のキャラ使ってたんですね。なんだろう、それでファンですって言われてもちょっとあんま嬉しくないというか、いや、高度な煽りの可能性あるよね。そうなんですよね。すごいハイセンスな煽りの可能性あるよね。プレイヤーとしての印象ってどんな感じですか？そうですね、印象としては、ここ2年ぐらいで、とりあえずあった6年前ぐらいの時っていうのは、本当にすごい例えで言うと、プロ野球見て野球始めましたみたいな、今日から頑張りますみたいな、すごい初々しさがあったんですけど、もう今はその実力だけで言えばマジメジャーリーガーだなと思ってて、ずっと集中できてるなとか、大会とかって優勝がちらつくと結構慣れてなかったりとか、メンタル的にここ絶対勝ちたいって思うと動きがブレてんなとか、今ちょっとあんまり前に行けてないなとかっての感じたりするんですけど、いや本当にピンヤ君のすごいとこはブレないんですよね。あとやり込みがすごくて、1日8時間10時間今やってるって聞いてるんで、純粋に鉄拳が、好きだからそんなに強くなれるんだなっていう、尊敬してますね今ではもう。対してピンヤさんからしてそうですね、ゼウガルさんの印象。やっぱり鉄拳のことはもう何でも知ってる
う鉄拳博士みたいなうんちょっとイメージがありますね。なんか、うんまあ、とりあえず分からないことがあったらゼウガル君に聞いたら何でも分かるんじゃないかというか、答えを持っている人間だなと思います。へえ。ゼウガルさん、名前が気になったんですけど、どういった由来があるんですか？まあ、当時小学校5年生なんでまあゼウスとかかっこいいなって思ってた時期なんですよ。ほうほうほう。中二病の前みたいな中二病のいやいや、いきなりゼウスにはいかないからかっこいいかっこいい。なんかガゼルとか、まあ、ゼガルとかそこら辺のちょっと動物系のカタカナ組み合わせたらかっこいいじゃんっていうさ、当時はもう本当にこれマジひらめいたみたいなテンションでゼウガルってつけて、それからずっとこの名前ですね。一回つけたからね、結果出したら逃れられないという。いやマジで、いやこの話するのすげえ恥ずかしいんですよね。いやいや恥ずかしい割にはノリノリだったから聞いてよかった。ちなみにピンヤ君は本名が深夜っていう名前なんですけど、その死を当時、でも今もピエンとか何ピッピとかピがすごい流行っていたので、ちょっとそのピ頭文字につけたら可愛いんじゃないかなと思ってピンヤっていう名前にしました。すごい若草を感じる。若さを感じる。もぎたて。フレッシュですね。フレッシュ。いい。いや聞けてよかった。先日行われたトパンガリーグクロス鉄拳7シーズン3では、ゼウガル選手、ピンヤ選手の両名がそれぞれ T2 リーグで優勝、めでたく T1 リーグ出場を決めました。いや2人揃って優勝、すごいおめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ではどんな大会だったか振り返っていきましょう。トッププレイヤーたちが長期戦で頂点を競う大会、トパンガリーグクロス鉄拳7シーズン3 T2 リーグが開催。2つのブロックに分かれ、各7名ずつの総当たり戦で各ブロックの優勝者2名が T1 リーグへ進出。レイムが2う。ゼウガル選手は A ブロック、ピンヤ選手は B ブロックに出場し、お互い勝ち星を集める。そして A ブロックのゼウガル選手は優勝候補の一人ミキオ選手との対決。接戦の末、ゼウガル選手が勝利を収め、結果5勝1敗で A ブロック1位通過を果たす。一方 B ブロックのピンヤ選手は鉄拳を始めるきっかけを作ったタケ選手との師弟対決を制するなど無敗で勝ち進み、結果全勝で B ブロック1位通過。こうして T1 リーグ進出を決めたゼウガル選手、ピンヤ選手は3月に開催される T1 リーグで強豪プレイヤーたちと総当たり戦で激突します。それではまずゼウガル選手から優勝を決めたその瞬間、通過を決めた瞬間、どんな気持ちだったでしょうか？まあオンラインだったんで1人で対戦してて、もう感情爆発して席立ってずっと踊ってました。踊ってるっていうか、なんか手叩いてよっしゃ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 みたいな盛り上がっていたと。そしてピンヤ選手は、予選からですよね。予選から勝ち上がって そのまま T2 リーグも言ったら貫通6勝全勝ですよ。全勝できた時はもうできた瞬間は本当にガッツポーズして、一人で叫んでましたね。よっしゃーオンライン大会だからみんな叫びがちっていうね。しかもその全勝を決める最後の試合が、盟友ともいえる丈太郎選手との戦いだったように覚えています。そのあたりいかがでしたか？そうですね、最後ここ勝たないともう突破できない、そう全勝しなくてはいけない状況でしたもんね。いつも練習では負けていて、でやっぱり一番戦いたくない相手だったんですよ。やっぱ練習、その丈太郎くん対策も1日もう5時間ぐらいほんとずっとこのキャラの穴を探そうみたいなをずっと探していて、最終的にそれが結構通って勝てた時は嬉しくてもう涙が出ましたね。ピエンって本当に、はい。そしてトパンガリーグはトーナメントと異なって長期戦となっておりますが、そこら辺は戦ってみていかがでしたか？トーナメントって負けちゃうとそこで終わり、ダブルイリミネーションとかもあるんですけど、負けたらそこで終わりだから、マークしてる選手がなんかどっかで負けて、結局対策したに当たんなかったなとかあるんですけど、リーグ戦って絶対当たるから、
なんかその待ち時間とかもその他の選手の試合、しかも現状のもうほんと直近の試合が見れるってことで対策がすごい立てやすいなって思いました。負けてもまだポイントとしてその特質とかも関係してくるので、じゃあ次3対0で勝てるとか、やっぱ奥が深いというか、トーナメントと違ってやっぱいろいろ考えるところはあるなと思いました。とはいえそのピンヤ選手ってそのトパンガリーグの直前のそのオンライン大会でも連覇をしていましたよね。すご1ヶ月で個人戦だけで言うと、6個優勝で6回優勝ですよ。い。1ヶ月で週1以上優勝してんの？やばいや何それ？そうなんでしょう、経験が生きた部分っていうのはむしろどうでした？マイナーなトーナメントにも参加して、うん、ここでこういう行動するのが強いんだなとか、こういう精神状やっぱ追い詰められた状況で相手はこういう精神状態なんだなっていうのがとても汲み取れるような状況が取れたので、生きたと思います。なるほど。やっぱり大会は出た方がいいってことですね。そして、頂点を決める T1 リーグは、3月開催予定、どんな戦いになりそうでしょうか。まずはゼウガル選手から。 T1 リーグにいるメンツってもうそのチャンピオンクラス世界大会制したことありますとか、ライオンの群れに迷い込んだチワワみたいな感じの気持ちでいて、っていうので、ただ僕的にはやっとその人たちと戦えるところまで来れたなっていうのがすげえ嬉しいんですよね。はい、そこに行くためにライセンスとかも欲しかったんで、僕持ってないんですけど、っていうのもあったりとか、あとダブルが同い年で小学校6年生から一緒に鉄拳やってるんで、ちょっとそれが嬉しいですね。そうですね、 T1 リーグはやっぱり日本を代表する、7人をやはり相手にする、僕から見たら僕はアマチュアなので、アマチュアが7人のプロに挑戦をする構図だと思っているので、やっぱ噛みつけていけるように頑張っていきたいなと思って。それぞれ、一番注目しているライバルになりそうな選手を教えてください。まずはゼウガル選手から。僕は普段大会とかもよく組んでる青さんとダブルかなと思います。でなんでしょう、2人強いんで結構チーム戦とか組んでるとなんだろうな、世話になっちゃったなみたいな気持ちになる時が結構多くて、負けたくない相手って意味のライバルだったらその2人かなって思いますね。そうですね、僕はライバルというかやっぱり師匠であるのびさんを注目していて、7年前に僕が鉄拳を始めた時にのびさんに教えてもらっていて、いつかやっぱりのびさんと同じ土俵に立ちたいなと思っていたので、楽しみという意味を込めてのびさんにします。お互い関係性がある相手がいるわけですね、 T1 リーグに。いいなあ、ドラマティックになりそう。もうなんかっていうか絶対もうなる確定だねこれは。鉄拳7シーズン4になりました。またキャラクターのね情勢っていうのも変わってきてると思うんですが、その使用キャラクターをどういうふうに選んでいったのかというところについて伺っていきたいと思います。僕そうですね、強いキャラ使うっていうプレイスタイルなんですけど、その使用キャラもスティーブとファーカムラムって多分上から数えた方が早いっていうか、トップいくつみたいなキャラクターを2キャラ使ってるんですけど、シンプルで強いっていうで、反省点も強キャラクター分かりやすいので、読み合いの回し方とかっていう意味で時間を割かなくてもいいキャラクターを選びました。そして、ピンヤ選手といえば、マスターレブン1本というか鉄拳7ではもう本当にずっとマスターレブン使ってる印象があるんですけど、マスターレブンにたどり着いた、レイブンにたどり着いた理由というあたりをちょっと聞かせてもらえますか。使用人口が少なくて、コマンドテクニックが必要なキャラを使いたいなと思っていて、でその時にマスターレイブンが追加されたばっかの時に、このキャラコマテクも必要だし使用人口も少ないぞってことで、じゃあ俺このキャラの日本一になろう目指そうってことで始めたのがきっかけです。なるほど、逆にっていうね。はい、参考にしたりしたプレイヤーっていうのは、ノビ選手以外にいるのかなというのもちょっと気になるんですが、竹選手という、はい、チーム山里所属している、もう一人の僕の師匠なんですけど、鉄拳始めた時はそののびさんとたけくんっていう人に
もうずっと一日中教わっていたので、やっぱりタケ君の鉄拳は尊敬していますね。そしてシーズン4のこう結構ね大会もこう増えてきていて、割とそのキャラクターのランクじゃないですけど、そういった評価の部分もちょっとずつ定まってきたのかなという印象があります。注目キャラクターを教えてください、ゼウガルさん。リー・チャオランとかは結構強いのかなって思ってますね。はい、強いんだ。あいつかっこいいから好きですよね、竹が。なんかすごい難しいんですけど、しゃがみから2択が強かったりとかっていう、あとその、しんちゃんのマスターレイブみたいにやっぱ使い手が少ないんで、多分その情報の進化っていうのもやっと最近追いついて、キャラクターの性能も追いついて、そろそろ花開くかなみたいな。じゃあピンヤ選手にも聞いてみましょうか。注目キャラクターって言いますか？そうですね、やっぱり注目キャラクターはファーカムラムなんですけど、やっぱり僕シーズン4になってもやっぱりファーカムラムというキャラクターは最強キャラなんじゃないかなと思っていて、対策してももう見つからない答えがみたいな、もう対戦してて答えが見つからない唯一のキャラクターだなと思っていて。なるほど、ファーカムラム倒さないといけないということですね。ダメだ、こういう話聞いてるとな、やっぱちょっと2人の対戦見たくなってくるな。いやオンラインということにはなりますけれども、勝負ちょっとしていただいて対戦していただくことできますか？お願いできますですか？これは。やりましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、エキシビションマッチを行っていきたいと思います。 T1 リーグの前哨戦ともいえるゼウガル選手対ピンヤ選手、まずはお二人に意気込みを聞いていきましょう。ゼウガル選手どうでしょう、この対戦でピンヤ選手。そうですね、T1 リーグ前哨戦ってことで、ここで勝ったら僕に苦手意識持ってくれて、本戦めっちゃ有利になると思うんで、絶対勝ちます。はい、ありがとうございます。そしてピンヤ選手。そうですね、ゼウガル君とはいつもやっているんですけど、やっぱりゼウガル君はファーカムラムではなくてスティーブ使いだと思っているので、スティーブかかってこいや。はい。キャラクターを否定してる。こう指定してますよね。T1 リーグの前哨戦ともいえる対決、ゼウガル選手 VS ピンヤ選手。キャラクターがまず気になるところ、どっちが来るかも読み合いなんだよな。そうか、そういう意味ではね、レイブンがピンヤ君はレイブンなんだもんね。そうですね。対するゼウガルは、スティーブなのか、それともファーカムラムなのか。ファーカムラムです。ランピーがゼウガル選んだのはファーカムラム。いいぞいいぞ。T2 リーグでもね大活躍のこのファーカムラム、対する 2P が右側がピンヤのマスターレイブン。そしてファーカムラムは非常にリーチの長い、ムエタイで戦うキックボクサー、攻撃力の高さとリーチが、特徴です。対するこのマスターレイブン、これ忍者なんですね。非常にトリッキーな動きができる。そして空中コンボが非常に強力ですね。相手を壁に運んでいき、背を向けながらいろんなコンボができる。さらには、こうステップがあるんですけど、そこからの2択攻撃、これも非常に強力になっています。接近戦、おっとカウンターからつないでレイ状態ですから、レイジアーツ必殺技でこれは十分倒しきれる体力でしょう。まずはピンヤがうまい右キック、ハイキックの割り込みからのコンボで倒しきることに成功。お互いにかなりですね、相手を浮かせた後の火力があるので、一発一発非常に危険です。そしてまず先手を取ったのはピンヤ。このマスターレイブは壁コンボから壁攻めが非常に強力なんですね。ですのでゼウガルはそこから脱出したいところ、技を押し切っていく。ケルベロスはガードから下段を打つ。壁際の攻め、ここもガードしている。浮かせて浮かせ直して置き攻め、どっち。ここはブラインドゴースト当て身を取ったが、カウンターヒット、ヘビーミドルキック、これは非常に痛い。運んでいく壁、しかし壁がちょっと近いぞ。これはどういうふうにいくか。倒しきることはできませんでした。手抜けから攻め込んでいく。下段、おっとトライブガードしている。残っている。どうだ、後半2発目、速い展開を作ってピンヤ。これで2ラウンド練習、リーチをかけました。ゼウガルどうする。ゼウガルの技も悪くないんですけれども、あと1個のところでピンヤが守り勝つ。ここは浮かせ技をうまくガードして反撃。接近戦、しっかりと下段をガードしたのはゼウガル。しかしさらに下段を追いかけていくのはピンヤです。
ネイブ見てて楽しいな。ガードしている。反撃から下段貫いた。どうだ。セムケからのコンボ、これはしっかり防いだ。エキシビションマッチなんと3ラウンド連取で見事勝利を果たしたのはピンヤ選手です。お見事。すごかった。すごいことになってます。いやいや、ぐったりしてるぐったりしてる。あれほどスティーブを使えと言ったんですけど、言ってない。そんなに言ってない。ファーカムラムで来るからこういう結果になったんだってことを分かってほしいですね。勝ったやつが正義。ありがとうございます。いやめっちゃ悔しいっすね。なんか勝つつもりでファーカム選んだんで、ちょっとまあ悔しいっていうのが第一にあって、はい、まああと、まあ、さっきなんかファーカムラムちょっと読み合いの答え出ないなってしんちゃん言ってたと思うんですけど、いやなんか答え持っとるやんと思いました。めっちゃうまかったです、読み合いの回し方が。はい、純粋にちょっと感動しましたね。強いなと思いました。ピンヤ選手に伺ってもよろしいでしょうか。どのあたりでこう勝敗が決したというふうに感じましたか。そうですね、ショートアッパーの派生技とかは、もう無理やりどこかで割り込んだりする意識はしていて、それであとはもうマスターレイブンがステップで2択をかけるという、圧力を感じさせるという展開を作りたかったので、その通り展開作れたのは勝因であったと思います。逆にじゃあゼウガル選手としてはどのあたりが苦しかったでしょうか。ピンヤ選手がそのステップ両パンチ、ケルベロスかな、そんなまた目の壁でガードして、まあ、ローキック打ったんですね、でその後もう一回ケルベロス打ってきて、もう一回とりあえず打っとくかってローキック打ってそれを浮かせられちゃったりとか、もう完全にちょっと、まあ、打たせられたって感じですね。まあ、どうせローキック打つんでしょっていうケルベロスが2回目に来たのに、僕がちょっとダメージ欲しいなっつって打っちゃったのが良くなかったなと思います。まあ、早いスパンでこうピンヤ選手がうまく読み合い回していったっていうことなんでしょうかね。はい、お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、そろそろ閉店のお時間となりました。いつかちゃんいかがだったでしょうか。はい、もう初めてご来店していただいたお二人の話、もっともっと聞きたかったんですけど、あと試合もちょっともうちょっと見たかったなっていうのがあるので、またぜひもう一度来ていただきたいなと思います。やっぱ鉄拳勢面白いっすね。いやゼウガルさんには T1 でぜひダブルさんを倒してもらいたいし、ピンヤさんにはぜひノビさんを倒してもらいたいなと思いましたね。そうですね、そのいつかさんの試合もっと見たかったっていうのが僕に対するちょっと下切りなのかなっていうふうに思ってまた呼んでもらえるように頑張ります。とても楽しかったんですけど、次はのびさんを倒して T1 を優勝した後にもう一度呼ばれるように精進していきたいと思います。優勝したら絶対呼ばれると思います。頑張ってください。はい。格ゲー喫茶ハメジュン、今夜のゲストはゼウガル選手、そしてピンヤ選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。次回はストリートファイター5チャンピオンエディション、佐古選手と孫選手がご来店。お楽しみに。